おはいえなし。12年の歴史があるファイナルファンタジー14の世界設定シナリオが好きな人を集めて語らせたら、各自興味関心バラッバラだった上にちょっと面白かったので皆さんにも共有します。題目はこちら。コンサポ NPC の名前アルバート一行、ボズヤ。風呂入りながらでも聞いてください。早速本編どうぞ。家なしララチャンネル。コンテンツサポーターのその作り込みっていうお話をさせていただいたんですけれども、本当に最初期から14を遊んで、14遊んでる方は馴染みがないかもしれないんですけど、申請の一番最初の ID のサスタシャの頃からそのコンサボっていて、選んで一緒に冒険をしてくれるんですけど、その時のその一緒についてきてくれる NPC たちって、その気鋭の術師とかっていう名前の人たちが一緒に冒険してくれるんですね。はいはい。で、その方たちが申請で3つぐらい ID を一緒に行った後に、その物語の展開的にイフリートの討伐戦に挑むんですけど、同じ NPC なんですけど、名前が変わってて、そこでその一緒に冒険してた気鋭の術師さんとかが、暁の術師とか言って、暁に所属してるっていう感じになるんですよ。暁に一緒に所属して、で一番最初サスタシャに入った時って、友達がすごく好きな気鋭の術師さんって、最初魔法もろくに唱えられなくて、雷よとかってなんかすごいほやほやっとした喋り方をするんですけど、同じこの NPC さん 60ID に一緒に行くと、すごいなんか魔法もちゃんとそのとかって言わなくて、燃やし尽くすぞみたいな感じでセリフが変わったりとかっていうのに気づいてから、そのコンサボがすごく好きになって、でその私がすごく好きな ID がすごい飛んじゃうんですけど、行月の ID でして、85ID のワノスパティ、2ボスの前に、その親子の方々が村の真ん中で立ち往生してて、お母さんがもうダメだよ、もうこんな無理だよみたいなことを言うんですけど、そこにこう ID 進んでいった私たち暁の面々がそこに到達した時に、それぞれ違う動きをこうしてくれまして、例えばアルフィノとアリゼってすごくこの2人って若々しくて、で割とうわーって突き進んでいくタイプの子たちなんですけど、そのピンチに陥ったところに出くわした時に、この2人がまずバーって走っていくんですね。で声をかけるんですけど、アルフィノがまず剣を感じ取って落ち着いてくれみたいなことを声かけて、アリゼも大丈夫、助けに来たのよとかって言ってくれるんですけど、その正反対の性格っていうか、ヤシュトラさんがすごく落ち着いて、すごいしっかりした方じゃないですか。その方は、そのヤシュトラはちょっと一歩引いたところで見てて、こうお母さんの異変に気づいて、一番最初に武器を取って、でなんかこう連鎖が始まるからもう武器を構えなさいっていうセリフを言ってくれるんですね。とかっていう、その作り込みがすごく好きで、割と客観視できるエスティニアンとかも割と遠くで見てて異変を感じ取って、一番最初に武器を割と早めに武器を構えてとかっていうのをしてくれるキャラクターで、逆にそのさっき言ってたアルフィノはもう最後の最後まで武器を構えられなくてっていうそのキャラクターごとの動きの差はすごい上手に作ってくれるゲームなんだなって感動した覚えがあります。同じ行月の89の ID の IT 音声教員ですかね、の作り込みもすごくて、突入したキャラクターによってすごくセリフをいろいろ分けてくれるゲームではあるんですけど、掛け合いをしてくれるんですね。最後の方にネタバレになっちゃうんですけど、ミンフィリアの光がスーッと道を作ってくれるときに、サンクレットが、待ってくれみたいなことを、あの光はって、その光にミンフィリアに気づいたときにサンクレットが言うんですけど、あの光はってサンクレットが言った後にヤシトラが、そうよ彼女だわっていう、会話もできるんだなっていう、すごい感動した覚えがありまして、道中にヤシトラがまた会えるっていう予感は確かにあったわって言った後に続くようにサンクレットが彼女こそが俺たちの導き手だったものなっていう、なんかそういうここまでこのゲームはできるんだなという思いがありまして、なのでなんかよかったらもう一回そういう作り込みを ID でしてくれないかなって思いつつ、でもなんか最近ちょっと少なくて寂しいなと思っている部分が
あったりなかったりっていう感じです。NPC とそのコンテンツサポーターで突入した時に、なんか勝手に NPC がセリフをポン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 喋ってたりとかするんですけど、なんかエステリアンといった時に、なんか急にこれでも竜騎士なんでねみたいなことを喋るんですけど、なんか私最初、なんでこの人は急にジョブの名前をそんな言うんだろうって思ってて、で、なんかこう、よくよく聞いてたら、その竜騎士特有のスキルを使った時に、これでも竜騎士なんでねって言うとかっていう法則性があって、グラハをそのヒーラーでコンテンツサポーターで連れていくと、黄金に入ってからなんですけど、なんかちょっと被弾してヒーローしてくれるときに、もう痛くないぞって言ってくれたりとかっていうのがあるので、なんか普段ヒーラーしてて、コンサポを絶対グラハ連れてくけど、まだヒラの彼を知らないとかっていう人がいたら、ぜひヒラのグラハを味わってほしいなとかっていうのを思ってます。アルフィノも割とその一番最初期のその蒼天の頃からコンテンツサポーターでこう一緒に連れていくことができるんですけど、最初彼って邪魔をするなってすごい言うんですね。攻撃した時のセリフは邪魔をするななんですけど、進んでいくにつれて、なんか一番最近の ID では邪魔はさせないっていう言い方になったりとか、なんかそういう差が面白いので、なんかいろんな子を連れてってほしいなって勝手に思ってるので、コンテンツサポーターもっとみんな使ってくれないかなって勝手に思ってます。このグーブラ幻想図書館で、なんかたまにこう X とかでも話題になってたりするんですけど、道中の1ボス後の雑魚がこの罵声を浴びせてきて悲しくなるみたいなデバフがつくんですけど、そうです、悲嘆につけられて、アルフィノが慰めるのエモートでそのデバフ解除してくれるとか、で、なんか私そのアルフィノが好きなのですごいよく見ちゃうんですけど、その 90ID だったら申し訳ないんですけど、確かその時になんかこう慰める時に大丈夫かいって言ってくれてたよ。言ってくれます。たまに言ってくれます。そうね、たまに言ってくれるんです。すごいいいですよ、アルフィノっていう。キャラクターが新しく発表された時とかに、ちょっと、名前何から来てるのかな、これ単語これだから、こういう意味かな、何するんだろうとかってちょっと考えちゃったりするのが好きで、特にやっぱガレマーレ帝国が面白いなって、ガーロンドっていうのが、ガーランドっていう単語から取っているものでして、じゃあゲルマン語なんですね。で、意味が、花冠や王冠。で、そこから儀式や祝い事のために物を作る人の名字として使用されてきた単語。実際、物語の中での白の役割って、大体何か作って、問題解決に、もう、割と第一人者のところじゃないですか。なので、そういうところが適した名前だな、とか、シドガーランド、技術者かな、とか。もうすぐ、申請やってた時、ちょっと、ってなっちゃいます。彼のライバル、ビジネスパートナー、なんかよくわかんない、スカイワーさん、ネロさんですね。こちらの意味が、例えば、左利き、不器用、腹黒いっていう意味でして。で、かつ、史実に、このマーキャス・キャシー・スカイワーっていう、皇帝カイサルに仕える将軍がいたんですよ。で、彼も赤い魚類を好んでいた。主に、どちらかというと、この左利きっていう意味なんですけど、左利きってどうしてもなんかちょっとレッテル貼られちゃうんですかね。そこから、不器用とか、腹黒い、人の道を外れているみたいな扱いで、こういう意味がある。実際ね、彼も、ちょっといろいろ野心溢れてて、ちょっとおかしな言動が多いんですよね。ガイアス・バン・バエサル、3つ意味ありました。王を守るもの、大胆な猛烈な狩人なんですよね。これって実は、ちょっとずつ、綴りを変えることによって実は違ってたんですよ、名前。例えば、この王を守るものが、ヘブライ語から来てるんですけど、バルサっていうのが。となると、王を守るもの。そこから、英語やドイツ語が、どちらかというと比較的新しい名前、新しい言語だと大胆な、猛烈な。で最後に Z に変えると今度狩人っていう意味だったんですよ。なんか彼の話にすごいこう進化を表してるなって勝手に自分が感動してたんですけど。最終的にアシエンを狩る人になるわけですもんね、ガイウスは。そうですね、ガイウスの方、実際、征服するものという意味で、実際、
ありまして、つまりどちらかというと、まあ、陽明なんですよ。例えば、皇帝カエサルとかも、実際これ、ガイウスっていう陽明があったんですよ。めちゃくちゃ縄手を体現する、その通りなキャラだな、になってて、こういうところでもう、ガレマル帝国の名前のルールがすごい楽しいってなってしまって、他にも、例えば、ガルバス、ゼノスとかですね、が、大きい類。ダーナス、ネイル・バンダーナス、秘密、ね、実際、男ではなく女だったしっていう。レックセンテールとかも、これちょっと造語なんですけれども、まあ、レックセンとテイルっていうのが、まあ、単語と物語。じゃあですね、リターントゥ・イバディースのあいつらですね、劇作家。じゃあ、ノルバヌスってちなみに誰だったか覚えてますか？実在した古代ローマ人の一般人一家っていう名前なんですけれども、一般人一家割とすごい、ぴったりってすごいなっちゃったんですよね。ユルスですか？はい、ユルスです。そうなんだ。なので、ちょっとまとめますと、名前を読み解くと役割を知れるっていうことで、ガルマール帝国以外の人も、もう本当解読可能な名前ばっかなので、ぜひ好きなキャラクターとか、8.0 の、ね、前日談が展開されますが、その時に新キャラの名前見てよかったら調べてみて、あとこういう性格の子になるのかな、ワクワクって一緒にやっていただけた幸いです。100年前のアルバート一行の冒険、その漆黒のロールクエストって皆さん、多分多かれ少なかれやられてはいると思うんですけれども、やることでその100年前のアルバートと一緒に冒険した4人の各エピソードが見れると思うんですけれども、そこで語られてるのってあくまで本当に点として彼らがこういったエピソードでそれぞれ光のクリスタルを手に入れてどういうことがありましたよみたいなのが描かれてて、あとそれとはちょっと別なんですけど、漆黒秘話だったりとか、あとはもうちょっとゲーム外の書籍になってしまうんですけども、設定本の3巻サイクロペディアだったかなとかをご覧いただくと、その当時の100年前の彼らの冒険の時にどういうことがあって、こういう冒険をしましたよとか、有名なのだとセト、アロマのセトがその金色のメダルっていうのを相棒としてアルバートからもらったっていうのがある話で、このメダルをどういうふうな経緯で手に入れた方とかっていうのも確か漆黒秘話だったと思うんですけども、こういった点のところっていうのもすごく大好きは大好きなんですけれども、それ以外の多分描かれていない彼らの日々の冒険っていうのがあったはずなんですよ。でアルバートってもともとコルシア島のユールバーがある本島ではなくて、ちょっと周りにある離島がいくつかある中の一つの本当に田舎育ちというか、田舎の村で生まれて、で、育てのおじいちゃん子かなんかで、おじいちゃんが亡くなったことをきっかけに、最近ユールモアっていうところで、そういう冒険者っていう生き方があるらしい。じゃあ俺もちょっと上京して、ちょっとやってみっか、みたいな感じで上京してきて、で、冒険者ギルドからいろんな依頼、本当にうちら非課線と同じ感じで小さな仕事を人から頼まれ事をやっていくうちにどんどんいろんな仕事をして、最初はホブゴブリンの討伐みたいな小さな仕事をやって、そこで気にかけてたまたま通りかかった白魔導士のラビットちゃんに助けてもらってちょっと意気投合してみたいな感じで言ってしまうと、多分昔の JRPG、FF でいうところの1から5あたりなのかなっていうあたりのセルフオマージュというか、もう超ベタな展開っていうのをやってきた冒険で、それでいろんな依頼をこなしていくうちにどんどん名前が売れて有名になって、いろんな大きな依頼事を頼まれて、それをまたこなしてっていうので、最終的には皆さんも知っての通り、何ですかね、RPG 的な魔王、影の王を倒して光の判断を引き起こしてしまってっていうあれなんですけども漆黒のエンドロールある一枚絵があるんですよ。とある酒場のワンシーンでアルバートとブランデンルガディンのナイトの人ですねが腕相撲みたいな感じで手を合わせてて、でそれをレンダレイ、狩人のミコっての子が
多分審判役で、レディーゴーみたいな感じで掛け声をしてる感じ。で、それを後ろの方でシルバとナイルベルトは多分、我関せずというかなんか自分のやりたいことやりながら、あいつらなんかやってんな、みたいな。バカやってんな、みたいな。ラミットちゃんが横からすごいいい笑顔で、何ですかね。なんか、バカやってんな、みたいな感じだけど、多分この空気楽しいんだろうなっていう一枚で、この一枚からだけでも、あ、この6人がどんだけいい旅をしてたんだなっていうのが見て取れる一枚。で、そこにあとまあ映ってはいないけど、アロマの瀬戸もアルバートの相棒として一緒に冒険もしてただろうしっていうので、まあロールクエとかで描かれていないところの冒険っていうのをすごい妄想する部分と、ユールモアから、バウスリーが逃げて、グルグカタンにみんなで向かうってなった時に、ラダー大小攻撃を動かして、ユール、コルシア島の上の方に、崖の上の方に上がっていくっていう流れからで、確かそのイベントが一連終わった後に、クリスタリウムでアルバートと1対1で喋る時があるんですけど、そこでアルバートからみんなの力を合わせて、これまで出会った第一世界の人たちの力を合わせて、ラダー大小攻撃を動かして、で、超巨大タロースを作り上げて、グルカズカタに向かったっていうのを追って、お前たちは、そうやってなんかみんなの力を合わせて冒険をしてってすごいな、みたいな。で、俺たちはそういうのなかったんだよな、みたいなシーンがあるんですけど、ここでなんか多分アルバートたちはその6人だけでいろいろできてしまった結果、多分アルバートに光の力が集まりすぎて、まあ結果として光の反乱につながってしまった。で、対する非化戦、うちらは本当にみんなの力を合わせて進んでいく。結果まあ、なんていうんですかね、力が一箇所に集中しすぎないから、なんていう、うまく収まると、そういう違いかなっていうので、前たちの冒険、みんなでなんか力を合わせていいよね、みたいな感じで言ってくれるシーンとかが、ちょっともう大好きです。ボスヤにいた種族っていうのが、大体なんかロスガルなんですよね、明かされているのが。大体ボズヤリジスタンスって言って立ち上がったのが、なんか大体ロスガル族。ボズヤが、シタデルボズヤ事変とかが起こったことによって、もうみんな帝国のことをすごい憎んだりですとか、まあその時にレジスタンスを組んだっていう時に、もともとロスガル族ってすごい女性が少ないって男性ばっかで部族組んではいるんですけど、まあその中で本当に出てくるロスガル族がみんな、ご両親殺されていたりですとか、奥さんと子供を両方殺されていたりとか、で、ロスガルの女性が本当に、なんでしょう、惨殺されているんですよね、ボズヤレディスタンスっていうのが。その中で、まあ、立ち上がった人々の中で、まあ、もちろん女性の方もいらっしゃるんですけど、ロスガル族っていうのが、まあ、一部の人は違うんですけど、まあ、ガンブレーを使っていて、グンヒルドの軍がまあ、ガンと変わってガンブレードになっているっていう、まあ、グンヒルドの剣イコールガンブレードっていうことになっているんですけど、これがまた、この使っているガンブレっていうのが、帝国兵が使っているガンブレとまた別のものになっていまして、帝国兵が使っている、その、見た目と戦いやすさだけの効率を求めたガンブレって言っているものと、このボズヤレジスタンスっていうのは、新しく立ち上がったものはもう、ボズヤを解放する剣っていう意味合いなんですけど、ボズヤレジスタンスにガンブレーカーが多いっていうのはなんかすごいそれでいいなと思った点ではあるんですけれど、サンクレットの師匠もこのボズヤレジスタンスに参加しているロスガルなんですよね。何でしたっけ、ガレマルドに遠征に行くときに、なんかチラッと実はいるんですよ。で、あとまあ、ボズヤのエピソードも進めていたとき、すごいピンチになったときに、バイシャーエンさんっていうボズヤレジスタンスのリーダーをピンチになったときに助けに来てくれるんですけど、
ガンブレの地獄絵やってない人たちからしてみると、誰この人なんか知らない人来たんだけどって言いながら、なんでみんな知らないのロスティックさんだよって言ったら、ロスティックさんって誰って言って。地獄絵で教えてくれる人違うよねって言って。違うけどいるんだよって、サンクレットの師匠だよ、この人って。すごい言いたかったんですけどね。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございましたお疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。私のちょっとした感想。私はシナリオ読み解く力がなくて、バイシャーエンとかいたな、腕相撲やってたな、ネロの下の名前スカエファだったなぐらいしか覚えてないんですが、それゆえにその辺詳しい人の話を聞くのは楽しかったです。この前逆水館っていう中国の MMO をやった時に NPC に AI 搭載されているので無限に会話できるというシステムをご紹介しました。ゲームの機能について説明してくれるチャットボットも入ってましたね。ホヨバのプチプラネットにも AI チャット機能が含まれているようです。すごく現代的だと思いますし、 AI の精度次第ではあるものの、多くの場合においては AI 使った方がいちいち手で作り込むより合理的だと思います。ファイナルファンタジー14の今回のコンサポってそういう思想とは真逆のハンドメイドな作られ方してますけど、その丁寧さが14の世界観を魅力的なものにしてるんだろうなと思いました。細部に神は宿るじゃないですけど、その作り込みに気づいた時の高揚っぷりとか愛着の持ち方とか誰かに伝えたい気持ちってやっぱすごいですよね。私も14に仕込まれている FF の元ネタに気づいた時に同じようなテンションになってるのでよくわかります。コンサポ対応なんてマイパッチちょこちょこやってんじゃなくてパッとやっちまえよなんて思ってましたけど、例えばストラテジーボードでの日本欧州間の表記の違いを吸収する仕組みなり、ユーザーには想像つかない配慮や作り込みをコンサポでも丁寧にやってるってことなんだな。そこに思いを馳せられただけでも開催した意義があってよかったです。14の作り込みにすげーって思ったエピソードがあればぜひコメントください。今後もすげーって思った作り込みを見つけ次第動画化しますので、よろしければチャンネル登録お願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒おつげなし。